こんにちは、ヨギャオ中村です。今日はですね、作業台を作るというのをやってみたいと思います。で、今まで僕700の高さのものを使ってたんですけど、ちょっとかがむことが多いので、ちょっと高めの800の作業台を作ろうかなと思ってたので、これを撮影しております。で、これ、日本の大工さんがすごい一般的に使う作業台なんですよね。まあ、普通に作業台って言ったらこれっていう感じですね。で、これ、こうやって、簡単に折りたたんで、運べるというのが、一番のメリットですね。このタイプの作業台の優れたポイントっていうのが、この折りたためるっていう以外にも2つあります。で、1つがですね、材料が安定します。特に材料がたまりにくいんですね。例えば、こういうタイプの作業台、こういうパッて開くタイプ。すごい見た目はすっきりしてて、すごいいいんですけど、まあ、材料がたまみやすい。この上に、角材とか、まあ、たるきとか横に流してから物を乗せてあげればすごい安定してすごいいいんですが、このまま単体で直接、コンパネとか乗せてるとかしてもちょっとたわみやすいですし、まあ、屋外でテーブルで使うとしてもこれだとちょっと 12mm のコンパネだけを乗せるとちょっと重たいものを乗せるとちょっとたわんでしまうっていうのがあると思います。それに対してこの作業台っていうのはこのタイプはですねもうほぼ台に乗ってるんですよ。だからすごいですね薄いものを乗せてもたわんだりしない。すごい安定性が高いなというふうに思います。先ほどの三角のタイプだとテーブルで使うにはちょっと 12mm だと心配かなと。例えば 24mm とか欲しいかなと思うんですが、このタイプだったら全然 12mm のコンパネで十分重たいものを乗せてもこう極端にへこんだりとかしないので、そういうところがすごいいいポイントだなというふうに思っています。もう一つは高さを変えるといろんな用途で使えるというところです。例えばローテーブルにするのであれば、まあ、このカットする部分を最初に380から450ぐらいに設定してあげるとですね、まあ、ローテーブルにすることもできる。あとこのローテーブルタイプのいいところは、まあ、450以下だったらこのコンパネ1枚でもう2組の足ができる。もう何だったらその900等のちっちゃいテーブルでいいですっていうんだったらコンパネ1枚で半分足を作って残りの半分を天板にするっていう使い方もできます。でもう一つテーブルのサイズ。これは一般的なテーブルって700から720ぐらいに設定します。きっちり700にしたいっていう方は690で切ってコンパネ乗せたらですね700になると。で僕はだいたいお客さんのテーブルとか作る時も710から720ぐらいで設定する時が多いので、この作業台作る時も700で切ってコンパネ乗せて710ぐらい。あと立って使う作業台ですね。でこれはだいたい800から900等ぐらい。人間工学的にはですね身長割る2足す 50mm っていうふうに言われています。で僕身長がですね174あるので、その計算上だと900等ぐらい920かなになるので、コンパネ1820なので半分に切って乗せてあげれば920の台になるんですが、ちょっとそれだとやっぱ高いんですよね。その奥まで切るって言ったらちょっと高いし、あとどうしても材料を乗せて、まあ、これにスタイルを乗せて材料を乗せて切ってってやっていくとちょっとどんどん高さが出てくるので、まあ、900はちょっと高すぎるということで、今回800で作ります。はい、まず高さの方をカットしていきます。まず今回800で作るので、800ですねのところに両サイドから印をつけてカットします。この下にはこうやってスタイロフォームを引いて、その上にこの針葉樹合板を乗せています。このままスタイルフォームを若干切るような感じでカットします。丸のこの刃の深さをコンパネよりも少し出るぐらいに設定します。はい、でこれでカットします。はい、でこれで800、これが800ですね。で900等の2枚ができました。あとこれ重ねてですねクランプで締めてカットしていきます。クランプがなかったら両面テープで仮止めでもいいですし、あとここ抜く場合は抜く場所決まってたらそこをビスで打っちゃっても大丈夫です。2枚をこのように重ねてあげます。この時スタイロ当たって挟められないので下にこうやって底上げしてあげるとこういうふうに挟めることができると。でこれこっち側につけると次カットする時邪魔になるので、こういう対角線上で、ずれなきゃ OK です。でこの真ん中ですね、真ん中の場所を出します。900等なので455ですね。この455のライン、この真ん中の線を引きました。でこれのさらにこの真ん中ですね、これが800なので、400の場所に印をつけます。ここに、13mm の
穴を開けます。13ミリだと結構ギリギリで、14とか15ミリでもいいかもしれません。あとこの時にこのままバツンと貫通させると裏側がバリが出るといってボソボソってなっちゃうんですね。なのでさっきの切り落ち、これを1枚下に引いてあげてください。これだけでバリが出なくなるので、これで真ん中に穴を開けます。このようにですね、下に板を当ててあげるとバリが出にくいです。なので下に1枚板を当ててあげるといいと思います。で次にこれ13ミリ、今回13ミリなので結構ギリギリ狙ってください。できるだけこの縁ですね、縁まで丸ノコでカットするイメージで。でこれ切る時に丸ノコの刃の内側と外側気をつけて切ってください。はい、ここ丸ノコの刃の厚みですね、厚みの外側ですね。今回は外側がこっち側の線に来るように。今回刃2枚重ねたんで刃深さ調整してください。はい、さっきと同じですね。ちょっとコンパネよりちょっと出るぐらいに刃をセットして切っていきます。で反対側はこの鉛筆の芯が丸ノコの刃の厚みだとしたらこういうふうに合わせる場合と、今度はこっち側の、外側にこっちのサイドとこっち側を合わせるイメージですね。はい、こう合わせるという感じです。で切ります。この丸のギリギリまで丸ノコを入れます。はい、こういう感じですね。あとこの刃が入らない部分は手ノコで切ります。今こうやって2枚溝ができました。でここで大事なのはこれひっくり返してください。これ使う時上下こういうふうに差し込むように使うので、これでひっくり返してですね、上下反転させた、一組を作ります。でまたクランプで留めてください。まずこっち側が下にします。これも結構自由な形でいいんですが、僕は角から5センチ、角から50ミリいって、あと真ん中ですね、真ん中455のところで同じく5センチで三角形に取ってあげます。これ先ほどの切り落ちですね。横は角から10センチ、角から10センチ、上からも10センチです。下から10センチ、角から10センチ、上から10センチ、角から10センチ。線を引きます。角も、こっち側の角も同じことをします。下から10ミリ、こっちからも10ミリ、上から10ミリ、下から10ミリと。はい。で、この上の線を結びます。はい。まず上を結びます。ここから250。こっちもこの角のここからですね。ここから250。これを斜めに結んで。ここを切り抜くんですが、軽量化のためにこれカットします。このままでいいよっていうんだったらこのままでいいですし、これ別に抜く必要もないですし、あともっとこう四角く抜くっていう人も、そっちの方が多いかもしれないですけど、なんとなく僕はここ斜めにしてるという感じです。ここなくなるので、クランプ切るとき邪魔なので、ここビスで打っちゃいたいと思います。で、先ほど最初にクランプない人はビス打ってもいいですっていうのは、その作業台だから別に穴開いていいですっていう方だったら、最初からもうこの四隅とかビスでプリプリっと打ってから作るっていうのも全然ありだと思います。墨が付け終わったので、今度こういう丸ノコの定規でカットします。でこれの作り方とかも YouTube にたくさん出てるので、
なんか探してみていただければなと思います。丸ノコの練習のためにフリーハンドでやっちゃいますっていうのも全然ありだと思います。ではこれカットしていきます。なるべく丸ノコを入れたところです。あと丸ノコ入りきらないところ、また手ノコで切っていきます。今切り終わりました。上下溝が反転したものが、これが2枚で1組になります。これと同じことをもうワンセットするんですが、次作るとき、ここの切り抜きのデザインを変えるのも全然ありだと思います。ではまずこれと同じことをしてもう1個作ります。作業台としてはこれで完成です。先ほどのこうですね、下、溝が上向いてる方を先に置いて、あとはこうやって落とし込んであげると。でこれで完成です。基本的にはここの下ですよね。下が、平らだとここがガタガタしちゃうんですね。ちょっとでも段差があるとガタガタしてしまうので、下こういうふうに、接点を上げるために下カットするという感じです。あとここの切り抜きは本当に軽量化のためだけなので、好きな形にちょっと遊んでみてもいいのかなというふうに思います。であとはせっかくだからちょっと色でも塗ってみようかなと思いますので、色塗ったらどうなるのかというのもですね、ちょっと見ていただければなと思います。僕もこのタイプってペンキ塗ったことないんで、どんな風になるのかちょっと分かんないんですけど、これペンキはアムステルダムっていう絵とか描く時のアクリルペイントですね。色塗ってみました。こんな感じですね。こっちが白白、正確にはチタニウムなんとかって言うんですけど、後で全部色リンク貼っときます。で白と、緑とあと黄色、あとミックスで白と黄色みたいな、白と黄色とかも可愛いですよね。はい、あと両方ピンクと、黒、白、こっちが半透明の白ですね。でこっち側が白で、半透明の白とピンク、黒ピンクも入れ替えればできるのかな。こんな感じで黒ピンク、2色マジで黒ピンクとかだったらこんな感じですね。はい、でも個人的にはピンクと、あとこの白黄色とか、白ピンクも良かったかもしれないですね。白ピンクはこういう感じ。でもパターンとしてこれ上までズンって斜めのやつ上まで伸ばしたパターンと、これ上でここフラットに円切ってる場合で、なんか円切った場合の方がすっきりするかなって感じはするかもしれないですね。これも好みだと思うので、はい、で天板乗せてみると、台を乗せるとこういう感じになります。で今回なんか参考までにいろんな色を塗ってみました。でこの切り抜きのところですよねっていうのも完全に好み、形は好みですし、あとこの色を塗るっていうところもいろいろと遊べると思いますので、いろいろ試していただければ幸いです。はい、ではどうもありがとうございました。